こんにちは、柴崎です。前回私水彩紙についてお話ししました。いかがでしたか？おかげさまで大変たくさんの反響をいただきました。その中で私は水彩紙こんなのを選んだらいいだろうっていうお話をしましたね。ここにマトソンって書いてあります。国産の紙ですね。やっぱり水彩は失敗ができない。だからちょっとこわごわ描いてる。実はそのような方が本当に多いんですね。そのために水彩の絵の描き方も、なんか薄く絵の具を溶いて少し塗ってはまた少し薄めに溶いた絵の具を重ねる、このような表現の方が非常に多いんですね。あなたはどうでしょう？でも本当はですね、水彩というのはそういう画材ではないんですね。水彩は水の力で描く、乾かねえうちに描く、これが本来ね、水彩の一番いい味が出る描き方なんですよ。でもそれがそうしたいけどできない。これは失敗したらどうしよう、もうやり直し引かないな、ここが皆さんたちの手かせ足かせになっていると思います。今日はちょっと実践的にね、紙をもう一回実験しながらそのお話をしてみたいと思います。では見てくださいね。今回も2種類の紙を用意しました。あなた方が実際に絵を描いた、そして失敗したらという条件で今からここに色を塗って、その失敗した時の対処方法についていろいろ紙がどうなるかお話します。まずこれプルシャンブルーを今から同じ濃度で溶いたものですね。ここに用意します。これがあなたが絵を描いた時塗った色という過程です。塗りますね。まずこちらの紙です。たっぷり筆につけてきて、こうですね。でこちら塗ります。乾いてですか？もう一回塗りましょうか。同じ条件でもう一回こすりました。どうでしょう？パッと見た感じ、似たように見えますね。ではこれ絵を描いた、あれここちょっと失敗したなという時ですね、すぐどうしましょう？まず一つは絵の具を紙で取るという方法ですね。ではやってみます。こっちも取りますね。さあ同じ強さで置いてみました。大体同じ強さの感じなんですけども、どうでしょう？あまり遜色がないように見えますね。それでは次は筆で絵の具を取ってみましょう。これは失敗したという条件ですよ。まず筆をきれいにします。きれいになりました。では取ってみます。取りました。ではまた筆をきれいにします。こちらですね。取りました。どうでしょう？見た感じ、あまり差がないですか？それではもう一回やってみましょう。いきます。ですね。はい、もう一回いきます。どうですか？どちらが白いでしょう？こっちの方が白く見えますね。では絵を描いてすぐにこうやって絵の具を取って手直しする方も少ないかと思います。じゃあここで塗った絵の具が乾いてからということを今度やってみましょう。さあしっかり乾かしました。もう手につきません。ですね。ではしばらく絵を描いていて、やっぱりここのとここんなふうに塗らなきゃよかったなというようになりますね。この絵の具を筆で取ってみます。まず同じく濡れた筆でまず2度こすりますね。はい、こすりました。こちらもですね。はい、2度こすりました。では紙で取ってみます。
どうですか？皆さんたちが絵を描いて失敗した、筆でこする、あるいは筆で取る、筆だけで取っていますか？一生懸命今取ってます。そうですね。ではこちらの紙取ります。一生懸命取ってます。取りました。これ取りますね。これですね。もう一回こっち行きましょうか。じゃあ取れなそうのでしつこくいきましょうか。もう一回きれいにいきます。もっと取ってみます。じゃあこちらしつこくもう一回。どうですか？結果は明瞭ですね。この紙で書くと失敗した時、濡れてるすぐだったらそこそこ絵の具が取れます。でも乾いてしまったらどうでしょう？これは2度濡らしてお互いにね、そして地石で吸い取った部分です。これは筆で同じ回数洗ったものです。結果が全く違いますね。こういう結果を恐れて絵を描いていたら、やっぱりこわごわの絵になってしまうのは当たり前かと思います。もしこのように絵の具が取れる紙だったらどうでしょう？あなたもずっと気持ち安らかに絵が描けると思いますね。そんな意味でこちらの紙は優れていると思います。で、実は、この紙のメーカーは言いませんけども、こういうの紙を使っている方の中で何かこういうものが、僕この間目にしたんですけども、使っている方がいます。何か、家庭の掃除道具から物を剥がすんですね。ここをやってみましょう。少し白くなりましたね。確かに有効なようです。でも今僕かなり紙に対してハードなことをしましたね。さあ、これで一部は取れるかもしれないけども、もっと広い面積だったらどうでしょう？これでこすり回る？本当にそれで紙のためになるのかっていうと、大きなクエスチョンマークです。これが今あなたが失敗した時にもう一度紙を元に戻せるかどうかの実験でした。これが今お見せした結果ですね。こちらの方が失敗してもやり直しが効くだろう。で、この紙が前回お話した続きと同じ的損失です。では今から簡単な絵を描いてみましょう。紙の白、これがどう活かせるかですね。ここにそうですね、水があります。で、その向こうに草木が茂っていて、ここに、大きな木があります。例えばこんなんですね。じゃあ絵を描いてみます。青空、そして青い水ですね。ですので青一色で描いてみましょう。青空ですね。たっぷりの絵の具で筆圧をかけすぎないで優しく色を塗ります。これが大事だったんですね。ではこの下が湖です。塗りましたよ。先ほど絵の具を取ってお見せしました。でも水彩画は失敗したから絵の具を取るということには限りません。絵の具を取るというのもとても大切な表現なんですね。ではここ水が光ってるとかとして仮定してちょっと絵の具を取ってみます。どうですか？きれいに取れるでしょう？横にも取ってみましょう。そうですね。こんな雰囲気が出てきます。ここは、じゃあ草むらにしましょうか。イエローを少し塗ってみますね。これ草むらですね。
茂ってます。草がちょっと映ってます。ここに木の葉が茂ってます。この辺ですね。これはブルーの上にイエローを重ねて、グリーンにしてみたわけですね。では乾かしますね。さあ乾かしました。乾かしましたね。ここが木の葉の塊、ここが草の群れ、そしてこれから下が水面です。草が映ってます。塗ったすぐにここは白く、絵の具を取ったところですね。では今からここに木を描いていきます。どんな木か、こんな木を描きたいと思います。どうでしょう。何の木に見えてきましたか？もう一本描きましょうか。今白い木ですので、一応白樺ということにしてくださいね。こんなに白く取れるんですね。そしてここに移って白樺がね、ここも取ることができます。これは絵の具が取れる紙だからこそ、こういうテクニックは可能なんですね。少し調子を加えて、雰囲気を作ってですね。どうですか？絵の具を取ると、このような後からきれいに白を抜く、そしてそれを形にするという表現まで可能なんですね。これを見てもやっぱり取れる紙の選択、これが大変大切だということが分かります。いかがでしたか？前回に引き続いて今回ももう一度水彩紙についてお話ししました。これは私の体験に基づいた話です。水彩紙をよく知る、そしてそれを上手に使ってみる、このところぜひあなたもやってみてくださいね。それではまた。